私に起きてること、暴走の原因をアキラさんたちは知ってるんだ。私はどうしたらいいのかな。手遅れになる前にって言ってたけど。こんなの考えてもわからないよ。こうなったら直接聞きに行くしかないよね。ダメです。私も反対かな。暴走したっていうのも心配だし、稲子さんの言ってることが本当とは限らないし。でもカオルさんはアキラさんもモクサの人だって言ってたよ。そう言われても、一口にモクサと言ってもいろいろな派閥があるから。そうなの？ええ、私はあまり詳しくないんだけど、荒玉を祀って鎮魂するっていう主流派以外にもいろいろな思想を持っている人たちがいるらしいの。賀集清光については私たちがこれだけ調べてもわからないことだらけです。それを知ってるというのは正直眉唾ですね。稲子明でしたか？あ、知ってるって言ったのはアキラさんですけど、本当に知ってるのはアキラさんの幼なじみで、確か北上誠さん？北上誠？知っているのですか？ええ、長船の都知よ。北上誠、長船女学園高等部3年。少しの間だけど同じ部隊にいたこともあるわ。そういえばその頃のチーネーの話ってあんまり聞いたことないよね。仲良かったの？そうね、悪くはなかったと思う。どうしてるか気になってたけど、頑張っているのね。なんだか嬉しそうだね。そうね、こんなところで名前を聞くと思わなかったからびっくりしたわ。あの誠なら大丈夫じゃないかと思うけど。北上さんってどんな人なの？チーネー。大和なでしこよ。誠のことを表すのにこれ以上ぴったりの表現はないわ。おしとやかで穏やかで頭が良くて、でも頑固なところもあったわね。それに都知としての腕も確かだったわ。北上誠という都知は御前試合に出場していないですよね。長船には薫さんとエレンさんがいるから、あの二人に勝って御前試合の本戦に出るのはちょっと難しいのよ。なるほど。ですが稲子明に北上誠、実力者だという割に名前は知られていない。いえ、これはさすがにうがった見方をしすぎですね。何か気になることがあった？いえ、近いうちに話を聞きに行く必要はあるでしょう。ですがそれはもう少し待ってください。もう少しですか？はい、その時間を使って稲子明、北上誠と、あともう一人、勇気、鳥羽勇気です。鳥羽勇気ですね。この3人についての情報を集めます。情報ってさすがにそこまでする必要はないんじゃ。あなたは事の重大性を理解すべきです。賀集清光、お刀の暴走はただごとではありません。調査隊が折紙家直属になったこともあり、今はこうしていられますが、いつ状況が変わるかわからない。今は慎重に動くべきです。そんなにまずい状況ですか？確実に。あなたが認識している以上にあなたの状況は不安定だと思った方がいい。はい。加えて今後は何があろうと
賀集清光の力を使用しないでください。いいですね。わかりました。これだけ釘を刺しておけばすぐにまた暴走するといった事態は防げるでしょう。暴走を繰り返したとなると朝倉美穂の立場が悪くなるのは目に見えている。しかしまたやることが増えましたね。早急に日高見誠、稲子明、鳥羽勇気の情報を。荒玉、今日は待機でもいいわよ、美穂ちゃん。あの力がなくても戦えるし、それに悩んでるより体を動かしていた方が気が紛れるから。わかりました。調査隊揃い次第出るぞ。木佐過激派の調査はどうなっている？人員に関するデータが集め終わりました。読み。はい、こちらです。あれ？どうしましたの？なんか見たことのある人がいるような気がする。あら、夢の記憶にわずかでも残るなんて多少使える人がいたようですわね。夢、それはあなたが切った閉じですが。この中にもいるんだね。全ては多吉姫の差し金だった。それでも気になるか？私が木佐を襲撃したのは事実だもん。ならばこれからの行動で見せるしかない。昔のつば九郎と今のつば九郎は違うのだと。昔の私と今の私。分かったよ、ゆかり様。ああ。さつき、この中で注意すべき派閥はどれだ？いくつかありますが、一番は日高見派です。都知の名門であり東北の雄、日高見家を頭とする派閥か。はい。掲げる思想は荒玉討伐による都知被害の減少。そのためなら荒玉の積極利用すら辞さないと公言しています。荒玉の積極利用、どのような形か分かってますの？そこまでは。ですが荒玉を用いた何かしらの実験を行っているようです。明賀都知の資料も取り寄せているようなので、かなり本格的に動いていると思っていいでしょう。明賀都知。当時こちら側に加わらなかったのは多吉姫についても都知の被害は減らないと判断したからか。掲げる思想は過激だが、以前はここまで本格的な動きを見せていなかったはずだ。少し前に先代の当主が死去し、現在はその娘が当主を継いでいます。日高見家現当主、日高見誠です。そして日高見誠に最も近い都知は稲子明と鳥羽勇気の2人です。稲子明。読み。この都知だが以前君を訪ねてきたことがなかったか？はい。日高見誠、稲子明、鳥羽勇気、この3名は同郷です。ということは飽きたの？はい。この3人とは小学校が同じで、特に稲子明は家も近所でした。特別遊撃隊益子薫入るぞ。糸見さやか入ります。折紙ゆかりはいるか？前の任務の報告書を持ってきた。何があった？賀集清光の力に飲まれて朝倉美穂が暴走した。あのお刀は一体何なんだ？
益子薫、ゆかり様に向かってその口の利き方は。よい、指導。はい。朝倉美穂はどうした？俺とさやかでなんとか止めたけど、かなりギリギリだったぞ。さやかちゃんとお姉さんの二人がかりでギリギリだったの？うん。美穂の強かった。暴走か。ゆかり様、私も暴走したお姉さんと戦ってみたい。ダメだ。ご苦労だった。他には何もなかったか？現場にいた都知が気になることを言っていた。美穂に起こった現象を知ってるって。その発言は気になりますわね。その都市の名前はすぐに呼び寄せる準備をしますわ。稲子明。人神派の都市。嫌なつながりが見えたな。ご苦労だった。じゃあ報告はちゃんとしたからな。行くぞ、さやか。うん。ゆかり様、聴取はどうしましょう？今は泳がせておけ。わかりました。各員、調査の続きを頼む。はっ。アキラ。指導さん、少しよろしいですか？なんだい、ヨミ。昼休憩の間、少し席を外します。1時間もすれば戻ってきます。休憩時間をどう使おうとヨミの自由だけど、君がそんなことを言うのは珍しいね。今行くのがちょうどいいんです。どこへ行くのか聞いてもいいかい？病院です。失礼します。どうぞ。お加減はいかがですか？悪くないわ。お花とフルーツを持ってきました。そう。お花の水を変えてきます。そろそろ失礼します。ええ。はあ、ご存知かもしれませんが、私は特務警備隊に配属されました。そこで、この力を役立てていこうと思います。後悔はしていないの？していません。同じことがあったら、私はまた、あなたについていきます。そう。失礼しました。また、来ます。ええ。戻りました。お加減はどうだった？体の方は順調に回復しているようです。ですが、元気ではないようです。そうか。任務に戻ります。荒玉を抜かなくて本当にいいのかい？はい。この力は、あの人が私に与えてくれた力です。この力で、私は役目を果たします。
ほや。おうみほっち、今日はどうしたんだよ。ちょっと修行しに来たよ。修行？はあ。次お願いします。わかりました。次の荒玉を出します。おうおう、気合入ってんじゃねえか。修行って言い出した時は何かと思ったけど、確かに修行だな。篠里さんは参加しないでいいのですか？修行したいってんだから、私が入ったら邪魔になんだろ。へえ。なんだよ。みほっち、今大変だろ。だから少しだけ譲ってやってんだよ。悪いか？悪くありませんね。だよな。次お願いします。次ですね。あ、どうした？次が最後のセットです。それを早く言え。交代だみほっち。朝倉さんに譲るのではなかったのですか？全部とは言ってねえだろ。私だって荒玉ちゃんと遊びてえ。てなわけでさっさと交代しろみほっち。もうちょっとやらせてよフッキー。ダメだ、私の分がなくなっちまう。最後は一人で処理するには数が多いですよ。二人一緒にやってはどうでしょう。だって半分こしようよフッキー。しょうがねえ。きっかり半分こな。楽しかったぜ荒玉ちゃん。みほっち、ラストそっちに行ったぞ。これで最後。みほっち？腹痛か？仕方ねえ、そこ動くなよ。フッキー、動いちゃダメ。こっちに来ちゃダメ。みほっちはお刀を振っただけなのに。かなり強化された一撃ですね。8万力の段階も高そうです。段階とかそんなの今はどうでもいいだろ。おいみほっち、私はどうしたらいい？大丈夫大丈夫。力出して落ち着いてきてると思うから。収まったか？そのようですね。みほっち、もう近づいてもいいか？大丈夫。心配かけちゃってごめんね。ミルクです。ありがとうございます。落ち着きましたか？篠里さんのとっておきですから味は保証します。何勝手に出してんだよ。まあ今回は仕方ねえか。美味しいねこれ。だろ？最近のお気に入りだ。で、
あれが暴走ってやつか？いきなりだったからビビったぜ。その一歩手前なのかな。前回は意識を失っちゃったけど、今回はちゃんと意識あったし。一応データは取ってありますが、データ量自体が少なすぎますね。想定していた以上に逼迫した状況です。安全に今と同じことはできますか？それは多分無理です。そんなにたくさん暴走したくないし、そもそもなんで暴走しちゃうのか、どうしたら歌手清光を制御できるか何もわからないんです。本当に制御できんのかよ。あれ、かなりヤバそうに見えたぜ。正直わからないかな。可能かはわかりませんが、お刀を変えてみるというのも一つの手だと思いますよ。それはしたくないです。歌手清光はお母さんから受け継いだお刀だから、このお刀に怯えていたくないです。まあ、何ができるかわかんねえけど、なんか力になれることがあったら言えよ。ありがとう、フッキー。でもそんな気を使わなくて大丈夫だよ。清光の力を使うつもりなんてなかったのに、これが時間がないってこと？日高見誠さん、話を聞きに行ってみようかな。スマホ鳴ってんぞ、みほっち。次の任務が来ちゃった。東北地方に出現した荒玉の討伐任務。同行者はアキラさんとユウキ。どうかしましたか？いえ、知り合いが一緒だっただけです。確かここに、いた。おーい、アキラさん、ユウキ。お、来たな、みほろ。お久しぶりです、みほのさん。あれから暴走は？心配してくれてありがとう、ユウキ。ちょっとね。そうですか。全員揃ったことだし、そろそろ行くぞ。アキラ姉様と一緒に電車に乗るのは久しぶりですね。免許を取ってから姉様はバイクばかりでしたから。ああ、言われてみればそうだな。ま、たまには電車もいいだろ。ゆうき、みほろ、みかん食うか？いただきます。はい。冷た！冷凍みかんですね。冷たくて美味しいです。そうだね。聞いていいですか、アキラさん。なんだ？この前言ったこと、私に起きてる現象って何ですか？ああ、あれか。もう一個食う？いただきます。ありがとうございます、姉様。アキラさん。おい、大声出すなよ。乗客がこっち見てんぞ。嘘じゃないんですよね。姉様は嘘なんてつかないですよ、みほのさん。それは私もそう思うけど。お前、焦ってんな。すごい力の8万力が出たんです。その時はそれだけで済んだけど。次もそれで終わるとは限らないか。はい。悪いな。話してやりてえけど、私もまた聞きで。しかも結構長い話なんだよ。けど、お前が知りたいことは説明できるはずだから、そんな焦んな。ちゃんと準備はしてあっから。準備？あ。だから今はおとなしく、冷凍みかんでも食っとけ。
ペクトラムファインダーから反応が消えました。今の荒玉が最後だったようですね。任務完了だな。美穂の、はい。私たちがモクサに所属してるってのは知ってるよな。はい、知ってます。この近くにうちの派閥の拠点がある。そこでゆっくり話してやるよ。こんなところにですか？誠姉様のお家ですよ。とても大きいから驚くかもしれませんね。へえ。アキラさん、ユウキ、そこに何か。何あれ、動物じゃない、荒玉？ユキ、美穂のを連れて先に行け。はい、美穂さん行きましょう。待って、荒玉だったら一緒に戦うよ。ちげえよ、ありゃ単なるこっちの不始末だ。自分たちの不始末は自分たちでケリをつけるさ。美穂さん行きますよ。ちょっとユウキ、引っ張らないで。完全に失敗してんじゃねえか。誰かがまたまこっちゃんの言うこと聞かずに勝手なことやりやがったのか。お前も不幸だったな。とりあえずおとなしくなってもらうぜ。悪いな。今のうちにそこの木にロープでつないで、よし、誰かに回収してもらうか。ったく、ヒロナがいりゃあいつに頼むんだが、信用できる人間が少ねえ。ねえユウキ、さっきのは一体何だったの？荒玉？でもなんだか違うみたいな。ねえユウキ。お、やっと追いつけた。アキラさん、大丈夫でしたか？ああ、大したことなかったぜ。さっきの一体何だったんですか？今は気にしなくていい。どのみちすぐに教えることになるだろうよ。どういう意味ですか？それより今はお前の力のことが先だろ。さっさとまこっちゃんに会いに行こうぜ。うん。こっちだ、ついてこい。ここだ。ユウキも言ってたけど、大きなお屋敷ですね。折り紙家みたい。北上も折り紙みてえに古い家だかんな。格式ばったでけえ家が必要なわけだ。んじゃ行くぞ。まこっちゃんが待ちくたびれちまう。お待ちしておりました、朝倉美穂さん。私が日高家当主、日高誠です。この人が日高誠さん。稲子、鳥羽、朝倉さんと二人にしてください。ああ、わかりました。朝倉さん、はい。そう緊張なさる必要はありません。朝倉さんは私たち木佐日高見派のことはどれくらいご存知ですか？ほとんど知らないです。
知らないとまずかったですか？いえ、何も問題ありません。そこから説明いたしましょう。北上派は名前の通り北上家、東北地方を拠点とする旧家である当家を中心とした一派であり、その思想は荒玉を都市と社会のために有効利用しようというものです。荒玉を利用、明賀都市みたいにですか？明賀都市と多木津姫の一件は多くの犠牲を生んだ不幸な事件でした。ですが人間は成長する生き物です。あの一件を糧に我々は前進することができました。前進？さて、紹介が長くなりましたね。私にはあなたの力についてお伝えできることがあります。まずはあなたの家系、朝倉家について話しましょう。北上と朝倉の間にある浅からぬ因縁、当家にはそれがすべて語り継がれています。ただしそれを語る前に私はあなたに問わねばなりません。何をですか？覚悟を。すべてを語り終わったとき、あなたは家州清光の真実を知ることでしょう。ですが、知ってしまえば、元の生活には戻れなくなります。真実をつまびらかにし、こちら側に足を踏み入れる覚悟が終わりですか？うん。覚悟って言われても、そんなのわかりません。ただ私は、清光に怯えたくないんです。このお刀は、お母さんから受け継いだ大切な形見だから。良い目をしていますね。わかりました。では、最後に私自身で確かめさせてもらいます。あなたが本当に資質を持つのか、愛宕の血を引いているのかを。愛宕？ついてきてください。ここならばいいでしょう。私は今からあなたを殺す気でお刀を振るいます。あなたも本気で戦ってください。殺す気って、そんな。戦わなければ死にますよ。強い。こんなに強い都市がいたんだ。こんなに強いのになんで御前試合に出てないんですか？北上さんも明さんだって絶対いい成績を残せるはずです。私たちの力は御前試合のためにあるのではない。人々を守るためにあるのです。違いますか、朝倉美穂さん。御前試合に参加してそこで勝つのは当たり前だと思ってた。でも北上さんは家州清光が逃げて！まこっちゃん、美穂が暴走したのか？ご無事ですか、誠姉様。私は大丈夫ですよ。心配をかけてしまいましたね、明ちゃん、結城ちゃん。ですがリスクを負った甲斐はありました。
力を確認できました。彼女こそ私たちの協力者にふさわしい。いいですか？論外ですね。いや、